お疲れ様です。鹿児島県の瀬戸内町議会議員の安山雄一です。高市政権になってから、今度の補正予算にて、お米券の話題が出てきております。そのお米券に関して皆さんはどのように考えて捉えていらっしゃいますでしょうか？今日はこのお米券の一件について、とある自治体の市長が X の方でコメントをされており、そちらの方が話題となってきております。今日はその一件を通しながら、お米券、そして、お米の生産農家についてのお考えを皆様と一緒に共有できたらと思いますので、ぜひ重要な案件ですので最後までご視聴いただけたらと思います。こちら動画、いいねボタンをお忘れなくよろしくお願いいたします。チャンネル登録の方もポチッとよろしくお願いいたします。ではまず、こちらの方をご覧いただきたいと思います。大阪の交野市というところの自治体になりますが、こちらの記事をまずご覧ください。お米券を配布しません。大阪府内の市長が明言。経費率が高い。今、高いお米を無理してということで、こちら11月28日にご自身の X で更新されたということで、鈴木農水省の大臣に対してのコメントになるわけなんですけれども、こちらの方なんですけれども、実際の X の投稿を見てまいりましょう。こちらですね、山本圭市長になります。1期目の首長になるんですけれども、こちらの方で、このようにですね、投稿の方をされております。11月28日、片野市はお米券を配布しませんということで、経費率が10%以上と高い。500円のお米券チケットに対して440円に実質なるということですので、その部分のご指摘。そして今高い米を無理して買う必要はない。片野市は、受領予定の重点支援地方交付金は約5億円ですが、経費率が約1%の上下水道基本料金免除や経費のかからない給食無償化に企てたいと考えていますというコメントですね。で、そして、補足で記載ということで、お米券自体の経費率が10%以上であり、市町村がお米券を郵送するとトータルの経費率は約20%にはなるかなと思います。2番目、特に上下水道基本料金免除は実質的に極めて低い経費率で現金を配ることを意味するので、あとは市民が判断すれば良いです。高くてもお米が欲しい人はそのお金で低い経費率で買えばいいです。何を買うかを私は市民の判断に委ねたいです。ということで、給食無償化は最速3学期からです。そして上下水道基本料金免除は最速2月から検針分からということで、とにかく早いということで、上下水道基本料金の免除、そして給食無償化、こちらの2点を、押していきたいというような投稿になっております。また、追加としましては、片野市は市民のための、ためにですね、お米券は配りませんと。そして、このようにですね、手数料関係なども詳細書いております。実際にですね、この部分を踏まえながら、お米券、に関してのお話もそうですけれども、農水大臣には意地でも屈しませんというようなことを書かれております。この部分なんですけれども、どうなんでしょうか？皆さんはこの件、市長として、一自治体の、住民の方々を第一に考えている、政策としては、おっしゃる通りというふうに思っていますが、やはりこの X での投稿の中で、例えばこの農水大臣には意地でも屈しませんとかですね。このあたりのコメント必要なのかなというようなところ、思うところで一点。そして、この部分ですね。今高い米を無理して買う必要はないということですね。これ首長がこのようなメッセージを出して良いのでしょうか？というような部分は、やはり、これ自分たちの地域の長でもあり、そして住民の方々、そしてまた X という中ですので、多くの方が目に触れるわけですよね。そういう中で当然ながら、現在、このお米問題というものは、やはりお米の生産者の高齢化、そして、どんどん倒産をしていく、若手が入ってこない、様々なこの要因がある中で、
現在適正な価格として、お米が、高止まりをしているというような価格になるわけですが、現在これが適正というふうに言われているわけでもあるわけですよね。そうした中で、この部分をわざわざ首長が発信する必要性があるのかと。ご本人としては、この部分だけあればいいと思うんですよね。重点支援地方交付金に関して、この上下水道の基本料金の免除や、給食の無償化、こちらの方をやっていきますというふうに訴えれば済む話ではないのかなと感じているところですが、皆さんここどう思いますかね。やはり農家さんの気持ちになった際に、と思いますけどね。はい。で、そして、これあくまでも、この農水大臣の方も言われてますが、今回、各自治体の方で決めることになるということですので、その部分において、わざわざ先ほどの部分ですね、意地でも屈しないというようなことを、何と戦っているんだろうかというようなところは僕自身、はてなと思いました。で、またこの市長のプロフィールも少しご紹介します。こちらですけれども、このようにですね、爽やかな市長ですね。山本市長です。このようにですね、首長として現在、1期目、活動しているところなんですけれども、実際にこのお方、どのような形で市長になられたのかということを少しご紹介します。2022年の9月ですね、選挙がありました。3名立候補された中で、このようにトップ当選という形で、1名の枠ですね、僅差ではありました。現職の方を破ってということで、この現職の方、現在市議会議員も務めているということで、結構ですね、この片野市の、この市長選挙だったり、議会議員選挙だったり、県議会議員選挙などもそうなんですけれども、結構バチバチにやり合っていますので、県議だった方が市議会議員に戻ってきたり、で、そして、その方が今度は首長選挙に立候補したりというような形で結構ぐる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 回っているような、いわゆるあまり例を見ないようなですね、この政治家の方々が集まっているなというふうに感じたところです。結構ね、激戦なんでしょうね。で、そして、こちらの部分、現在、この11月29日付のこちらの報道ですけれども、パワハラが結構長年ですね、話が出ていたようなんですけれども、この内部告発、内部通報に対して、当局側がですね、実際に対応しなかったということで、大きな問題に今なりつつあります。で、そのことを踏まえて、現在首長の方からは、第三者委員会の設置に向けた条例案を提出というようなことでの見出しになっております。はい。このようにですね、被害者の方々からの提供ということですが、後で、ご興味ある方は、情報の方も説明概要欄に貼り付けしておきますが、本当にこのようなパワハラ的な圧をかけているのかなというようなところが、これを見るとわかりますので、ご興味あればご視聴くださいませ。そういった中で、これ読売新聞さんの記事になります。さらに、このようにですね、ご自身の、給料カットだったり、第三者委員会を設置するというようなことだったりですね。そういったところの動きが11月の中旬頃に、この新聞の方で紹介もされております。というような部分でですね、どうなんでしょうかね。市長にどうやら、このあたりの話が、届かなかった恐れがあるのかなと、これを見るだけですけれども感じたところです。ちょっとそういった部分でも結構この片野市というところですね。なかなか聞いたことがない人ももしかしたらいるかもしれませんが、結構今注目されているところの自治体になります。で、また、こちら、片野市の方で、こちら、令和6年度の、物価高騰対策というものもすでに行われております。市独自ということで、下水道の基本料金の4ヶ月免除だったり、小学5年生に関わる学校給食の無償化事業、などですね。あとは、値上げ分を市で負担というようなところでの、この対象の方、子供たち、だったり等々も一応行っているというようなところですので、そういった中で、今回の、この重点支援の、使い方としては、お米券はやらないというところ、上下水道の、水道料金、基本料金の無償化、そして、こちらの部分ですね。先ほどの給食費の無償化の部分に加わっ
っていこうというような意向のようです。そういった部分で、今後皆様の地方自治体、市区町村、都道府県においても、どのような、この使われ方をするのかというようなことですね、今後議会の中でも議論されることになろうかと思います。まだ瀬戸内町においては、このあたりのお米券とかそういった話はですね、聞かないんですけれども、今後、やはり皆様にとってですね、地域の方々にとって有効に使える手段として、やはり考えていかなければいけないのかなというふうに思っているところです。また、今回のお米券、においてはですけれども、やはりお米の生産者がいらっしゃる、都道府県、市区町村においては、やはり積極的に行っている印象を持ちます。が、しかし、生産者がいないというところにおいては、結構消極的なのかなというような部分感じたところでもあります。その部分で、やはり最近で言うと、お米離れもそうなんですけれども、そもそもお米の生産者と地域自体が交わっていないというようなところが、そもそも大きな問題になってきているのかなとも感じたところです。というような部分では、この価格の設定の部分も、これまでかなり無理をしていたというような状況もあるということですので、今後、その部分もね、ちゃんと、検討していきながら、我々自体もお米の値段が高いというようなことだけではなく、そもそもの所得の部分において、考えていかなければいけない、この経済状況でもあるというようなところも言えるのではないのかなと感じているところです。そういった部分で、この一点だけの話ではなくて、やはり物事、いろいろなつながりを持っているというようなところありますので、今後そのあたりもですね、ぜひ、皆様の地域でも経済対策ね、しっかりと高市政権になってから、それを有効に活用できる地方自治体の首長、そして議会の手腕監視の目というものが必要になってくるのかなと思いますので、ぜひこれまで以上にですね、今後地元の議会チェックしていただけたらと思います。ということで今日は片野市の市長の投稿に関してのお話をさせていただきました。非常に今視点としてはね、とてもいいところなんですけれども、ちょっとこの発言必要だったのかな、もったいないなというふうに感じたところを共有させていただきました。ぜひこのあたり皆様の見解などもあれば、コメント欄の方に寄せてもらえたらと思います。ということで、皆様今後お米券の配布が自分たちの地域はあるのか、そして、それ以外の政策どういうものがあるのかというようなところなど、ぜひチェックしていただけたらと思います。ということで、本日も皆様ありがとうございました。また次回お会いできればと思います。ぜひ動画、いいねボタンお忘れなくよろしくお願いします。チャンネル登録の方もポチッとよろしくお願いします。ハイプボタンも出ましたらぜひポチッとお願いいたします。ということで皆様今日もありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。失礼いたします。